いや多分分からないとか分かんない言葉とか、あと滑舌も悪いので、それで聞き返してもらうのはすごいいいと思います。Hey guys, it's Saki. 皆さんこんにちは、Saki です。I'm gonna introduce you guys, Oda-san. He is an interesting person. I'm so excited. Let's go. ですね、今までやっていきたいんですけど、やっぱお客さん少ないんですよ。出雲とか松江に1棟ずつぐらい、どっちかというとそのライフワークじゃなくてライスワーク的なご飯食べるため、お金稼ぐための宿を経営してもいいかなと思ってて、そこの収益源に、貯まったお金で石見の宿に投資していくみたいなモデルでもいいんじゃないかなって個人的に思ってるので、検討は島根全域でやってるんですけど、別に観光客パワーがないので、パワーがあるところに出すっていうのはありかなっていうのは個人的には思ってます。なんか、リクルートにいて、7年8年リクルートで働いて、でも最初からずっと島根に帰ろうっていうのは思ってて、で自分の人生で成し遂げたい当事者意識感みたいなのは、別に日本を良くしたいとか世界をこう変えたいっていうところまで自分の中ではあんまり考えれなくて、そんなに高尚な人間でもないので、自分がギリギリここの地域良くしたいなとか、この地域のために自分の人生捧げたいなと思うのがレベル感が島根県だったっていう感じなので、やっぱり自分の中では、東京とかリクルートで、自分の人生へ、きちんと、勝負がいくぐらい、修行って言うんですけど、修行させてもらったら、やっぱり修行させてもらうプラス、自分のことを発信していったら、やっぱりこのタイミングで帰ってきた方がいいよとか、こういう仕事あるよっていうのは徐々になんか誘われ出すっていう状況になって、でまだだな、この仕事違うなとかって思いながら考えてた時に、ドンピシャでその魅力化プラットフォームっていうなんか自分がやりたい教育の仕事と、なんかすごそうな坊主頭の人から支えを受けたので、これやってみたいなと思ってドーンと、なのでそんぐらいの軽い気持ちで帰ってきました。教育にはもともと興味を持った？教育に興味持ったのは大学受験に失敗をしていて、失敗っていうのはどちらかというと偏差値が低い大学に行っちゃったんですけど、偏差値が低い大学に行ったことが失敗というよりは、意思なく大学選びをしたことによってめちゃくちゃその大学4年間もう空っぽのような生活を送って、このままじゃダメだな、俺の人生終わっちゃうなと思って、大学院で阪大に受験し直して行ったんですよね。で阪大に行った時の仲間とかで、あと阪大に行ってその後就職活動でリクルートにたまたま通ってなった時の仲間がめちゃくちゃ優秀で、こいつらすげえなって。で優秀っていうのは別に頭がいいとかっていうよりは、ちょっとやっぱり島根とか全国どこでもですけど、高校までってどういうルールで戦ってるかっていうと、5科目の中で高い点数を取った人が勝ちっていうすごい簡単なルールの中で、型にはまったものの中で競ってたものが、大学になった瞬間にそのルールがポンと解かれて、自分がやりたいこととか自分が成し遂げたい社会的課題ってなんだっけってすごい問われてる中で、自分はなんか決められたことってなんだっけとかっていう思想からあんまり変わらなくて、でもその大学院で出会った人とかリクルートで出会った人ってなんか自分がやりたいこととか自分が解決したい社会的課題をこれで、そのためにルールを自分が作っていくっていう、こいつらすごいな、優秀だなって思って、あとこういう意思持った、若者を、意思って言葉強すぎるんですけど、自分の思いを持った若者を育てていきたいなっていうのをその時に思って、でそういう思いを若者を育てるみたいなものがしっかりと、島根だったりとか、田舎地域を持続可能にしていくんじゃないかなって思ったのが、その大学院とかリクルートに入ってからで、そういう仕事をしていきたいけど、でも一方で地域は稼がなきゃいけないと思って、稼ぐ方法って観光だなって安易に思って、リクルートの中でもジャランっていう部署に配属してもらって、観光の勉強をしつつ、その教育で戦う場所を探してたらちょうどいい話があったっていう感じになります。そうです、島根だと基本うちがやってるのって、県の教育委員会でやってるので、公立高校と
結構やってるんですよ。公立高校って面白いのが、設置者は県なんだけど設置している場所は市町村なので、要するに建物自体は県の建物で県の権限があるのに江津市に立っている、まあ、県の中で江津市に立っている。でもその県の学校が、例えば江津高校がなくなったら江津の人たちってみんな浜高に行ったりとか大田高校とか二間高に行くので、まあ江津だったらそう起こらないかもしれないですけど、例えば浜田にじゃあ住んでしまった方がいいよねっていう一家転住が起こって地域が持続可能にならないみたいな形で考えたら、各市町村、まあ、浜田と出雲と松江以外の市町村の最高学府って高校なので、そこがなくなった瞬間に、人口流出が止まらなくなるっていう現象がすごく起こるんですよ。でも市町村は何とかしたいんだけど、それって県の建物だから何にも権限が、ないっていう状態の中で、それを県と市町村ちゃんと一緒になって高校を魅力的にしていこう、で外からも中の生徒もちゃんと通って魅力的になるような高校づくりとか地域づくりをしていこうっていうのを進めているのが自分たちの団体で、それを今島根県っていうものもフィールドでやってますし、全国の70自治体ぐらいの高校さんと一緒に、活動をしているっていうのが我々の団体なので、なんか1個めちゃくちゃコンサルティング的にポーンって入っているっていう状態ではなくて、入ってるのは、市町村が雇ったコーディネーターさんとかが結構入ってるんですけど、我々としてはそのコーディネーターを今地域おこし協力隊の予算で入ってる人たちもいるので、まあ、教員の、定数に入れてもらう法律の改正を、国に働きかけたりとか、なんか、地域未来留学っていう、東京とか大阪から、島根とか地域の面白い高校に、進学する、新しい選択肢を作るような文化とかブランディングをしに行くみたいな、どっちかというと上位概念で仕組み作りをするみたいな団体を我々の団体が今やってるっていう。島根でもすごい50人ぐらいいるんじゃないですかね、コーディネーターさん。はい。でそのコーディネーターさんの育成研修とかみたいなものを我々が一緒にさせてもらっているっていう。コーディネーターさんどういう人が中にいるんですか？ですね、ほとんど I ターンで、その教育とか地域づくりに興味あるみたいな人たちが入ってくる。で岩本優はそのコーディネーター、日本で最初のコーディネーターなんですよ、沖道前高校の。でそれでコーディネーター、地域とつなぐコーディネーターっていいよねってなって、コーディネーターがどんどん増えていって、市町村もどんどん予算化していって、ただそんな大きな予算じゃないので、新卒とか第二新卒ぐらいの、若い子たちがコーディネーターにどんどん入ってくるっていうのが今の島根の現状ですかね。そうなってくるとやっぱりコーディネーターってそういう人材だと、先生たちからしたらなんだろうな、すごいたまに雑用に使われたりとか、本当学校を変えるために学校とか地域を変えるって言ったらおこがましいですけど、つなぐために入ってるのにそういう仕事ができないという人もあるので、なので自分たちは内閣府さんと一緒に全国で10地域限定で、コーディネーターに各地域600万円ぐらいの予算つけて、都会で800万900万ぐらいもらってたら地域で600万ぐらいだったら多分ちょうどいいと思うので、そういう高度人材みたいなのを、入れるような仕組みを国と一緒に作ったりとかみたいなものを、今まだ小さいですけど働きかけとしてしているっていうのが今の感